皆さんこんにちは、阿蘇です。今回は前回に引き続き、海藻水槽を楽しもうシリーズのパート2になります。前回までは海藻育成というタイトルにしていたんですが、育成となると少し小難しく感じるので名前を変えてみました。いろいろと説明したいことは多いのですが、とにかく思った以上にまとめるのが難しいので、あくまで初心者の方向けにざっくりと話していこうと思います。パート1でもお話ししましたが、まだまだこのジャンルは開拓中で、日々新たな発見があるような状況ですので、この説明が必ずしも正解とは言い切れないのでご注意ください。あくまで2024年秋現時点でのおそらくこうだろうというお話をさせていただきます。そしてもう一つ、海藻と一括りに言っても非常にたくさんの種類があり、適切な環境は全然異なります。水草だって有形藻と陰性水草は育成方法が異なるし、サンゴだってハードコーラルとソフトコーラル、さらにハードコーラルの中でもそれぞれ適切な環境は異なるかと思います。なので今回お話しするのは、お店や通販などでよく目にするような種類に大体当てはまるような話になるかなと思います。ではまず海藻というものについてですが、こちら園さんのブログから引用させていただいているのですが、これわかりますか？左は海藻、右は海草と読みます。海藻はいわゆる草ではなく苔、つまるところプランクトンの仲間なんです。水槽のガラス面とか水草、ライブロックによくつくこれですね。それと違い、海草は植物なんです。一旦陸上で定着した植物が長い年月をかけ海に戻ってきた姿と言われています。つまり海藻と海草は全く異なるものなんです。そしてこのシリーズでお話ししているのは海藻の育成についてになります。海草については育てるのがかなり難しく、今も園さんやいちさんたちが試行錯誤しながら育成方法を調べている最中なんです。というわけで話を戻し、海藻についてですが、まず海藻は植物とは全然違うものなので、葉っぱとか根っことかいうものがないんです。根っこのように見えるこれは花根といって活着、つまり何かにくっつくためのものなので、根っこみたいに養分を吸収できるわけではないんです。また葉っぱのように見える部分は葉状部といって、ただ葉の形をしているだけの部分なんです。ここがものすごく大事なところなんですが、どういうことかというと、水草は水流がなくても根っこから養分を吸収できますが、海藻は根っこがないので、動いている水が海藻自身に当たって、そこで初めて養分を吸収できるんです。つまり水流が必要不可欠なんです。前回お話ししたこのジャンルの開拓者である園さんも、このことに気づいたのは本当に大きなことだったと言っています。というわけで、まず一つ目に重要なのは水流になります。どのくらい強ければいいのと気になる人もいるかと思いますが、これに関してはやはり種類によるとしか言いようがないかと。しかし強い水流を好む海藻が多いと言われています。ただあまりに強いとレイアウトした海藻が吹っ飛ばされたり、中にいるお魚などの生態に負担がかかったり、あとは見た目が洗濯機みたいになっちゃうことを考えると、あまり強すぎるのも現実的ではないかと思います。できれば複雑な水流がある方が望ましいので、オンとオフを繰り返すような、いわゆる増波ポンプと言われる水流ポンプがいいかなとは思うんですが、単純な小型の水中ポンプでも海藻は育ちます。ボトルや小型水槽で上手に育成されている方の中でも、Amazon で販売されているような安価な水中ポンプを使用されている人も多いです。弱すぎると意味がないので、海藻がゆったりでもたなびくぐらいの水流は作ってあげるのがいいのかなと思います。それともう一つ重要なのは、水槽内によどみがないことです。水槽全体を水流がよどみなく回ることがとても大切だと思います。次は2つ目に重要な照明についてのお話ですが、その前に少しまた海藻の特徴についてお話しさせてください。海藻は深さ数センチからそれこそ数十メートルといったかなり幅の広い水深に自生しているんです。これは淡水の水草ではありえないことで、
このことが照明に大きく影響しています。どういうことかというと、光の当たり方は深さ数センチと数十メートルでは全然違うんです。なので、海藻が好む光というのは千差万別なんです。ただし、多くの種類に対して言えるのは、強い光が苦手ということです。なので、有形層を育てるような強い光や、SPS を飼育するような強い光だと、多くの海藻は強光障害を起こして変色・衰退してしまうんです。ちなみに、赤や褐色の海藻は暗いところに自生している種類が多いので、緑の海藻と比べて強い光がより苦手な傾向にあります。なので、淡水をやっている人が海藻の入れ上げをするためにどんな照明にしたらいいですかとお店で聞いているのをよく耳にするのですが、照明に関してはハイスペックイコール正義というわけではないんです。むしろお店ではサンゴ用のいいライトを使って強光障害を起こしている様子を時折見かけます。さて、ここで一つおすすめのライトの紹介なんですが、こちらは水草育成用ライトとして有名なアマテラスやツクヨミを販売しているバレルさん、そのバレルさんから発売されている世界初の海藻専用ライト、スサノオです。こちらの商品、なんと前回もご紹介したタイに在住されているイチさんが全面プロデュースされたライトなんです。このライトの特徴、こだわりですが、まさに今お伝えした自生する深さが異なる海藻を同じ水槽で楽しめるようにしたライトということなんです。どういうことかというと、例えば緑色の海藻が元気に育つ光にすると、一緒に入れた赤い海藻が光が強く弱ってしまうということがあるんですが、このライトでは赤い海藻も緑の海藻も同時に楽しめるようスペクトル設計がなされています。なので、ある程度ではありますが、いろいろな種類の海藻を同じ水槽で維持管理することが可能なんです。ちなみにイチさん曰く、海藻については PPF 値やパー値と言われる、いわゆる明るさよりもその光の波長が重要と考えているとのことで、実際この照明のパー値を自分も測ってみましたが、かなり低かったです。その他の特徴として、特に淡水をやっている人からしたら、海水の真っ青なライトが苦手な人も多いかと思いますが、その青みも極力抑えられており、かつ海藻がとにかく美しく見えるような色味になっています。さらにこのライトの外箱のイラスト、めちゃくちゃ可愛いんです。こちら、インスタグラムで人気のアッコさんが描かれたイラストになります。最近ではジェックスさんの T シャツのデザインを担当されていらっしゃいましたので、ご存知の方も多いかと思います。このように意外と知られていないんですが、このスサノオ、まさにインスタグラムから始まった流れから生まれた製品なんです。このライトは日本だけじゃなく、海外からもすごく注目されています。ちなみに自分も海藻水槽は基本的にスサノオを利用しています。価格もお手頃で通販でも購入できるので、気になった方はぜひ使ってみてください。そして3つ目のポイント、それは栄養になります。栄養といっても、ここでお伝えするのは主に硝酸塩とリン酸塩についてになります。この栄養というテーマについてですが、インスタグラムでつながっている皆さんがいろいろと試行錯誤されている中で、徐々に見解が変わってきているんです。黎明期は海藻は高栄養塩を好むと考えられていました。確かに数珠藻や海ぶどうのようにろ過層に入れて硝酸やリン酸を下げる目的に利用されているものもあります。しかし、その後の調べで、実はそこまで栄養いっぱいである必要もないのでは、という考えに現在は至りつつあります。その根拠についての説明は、また別の機会にさせていただこうと思います。ただし、これも先ほどの照明と同じく、一括りに海藻といっても、ものすごく多種多様なので、適切な条件は一つではないんです。なので今回は、冒頭でお話ししたように、お店やインターネットなんかでよく目にするような種類に大体当てはまるかなという条件として説明します。まず少し前の緑石水槽のように硝酸塩やリン酸塩がほぼゼロのような状態では海藻も育ちにくいです。ただし硝酸塩が20とか30とかないといけないというわけでもなさそうなんです。数値以上に重要なのが硝酸とリン酸のバランスと考えられています。なぜかというと、
あまりにリン酸塩の比率が高くなると、海藻も成長障害を起こすんです。では、どのぐらいの比率でということなんですが、サンゴ水槽でも最近言われていることと同じく、硝酸塩とリン酸塩の比率がだいたい100対1程度であることが重要なのではと考えられています。ただし、この比率についてはまだ明確な指標はなく、個人的にはですが、もう少し幅があるかなと思っています。さらにこれも個人的な意見なんですが、よく販売されているような種類の海藻の場合、硝酸塩が10から20ぐらい、そしてリン酸塩がその100分の1から50分の1ぐらいであれば、状態よく管理できる可能性が高いのかなと思っています。どこかで液肥の添加が大切と聞いたことがある人も多いかもしれません。確かに先ほどお伝えしたように、黎明期では高栄養塩が重要と思われていたため、液肥の添加が必須と考えられていました。しかし現在は必ずしもそうではなく、添加剤は水槽の環境に応じてということになっています。なかなか初めての方にこうしたらいいという答えをお伝えするのは難しいのですが、立ち上げ初期、もしくはそこから1、2ヶ月ぐらいして少しずつ安定してくるくらいまでの期間が貧塩用になりがちな期間なんですが、この時期は状況に応じて硝酸塩を添加してもいいのかなという程度の説明にとどめさせていただきます。ショップさんによっては無料もしくは有料で水質検査をしてくれるところも多いので、定期的に検査をしてもらって判断するのも一つの方法かなと思います。栄養についてこれ以上話していると動画が終わらないため、この辺りでちょっと割愛させていただきます。詳しく知りたい方は、園さんやいちさん、ひでよさんのインスタグラムの投稿を見ていただければよくわかるかなと思います。また、もしよくわからない方は、ぜひこの動画にコメントをしていただくか、私のインスタグラムに DM を送っていただければお返事させていただきます。ちなみに何を添加するかについても断言はできないため、この場ではご説明できません。こちらも DM いただければ自分の少ない知識の中でご説明できるかなと思います。最後は5つ目、低消についてですが、こちらは粗めでもパウダーでもどっちでも問題ないと言われています。ただ、1年くらいならどちらでも維持できるのですが、それ以上の維持を、となると、粗めの砂の場合、どこかのタイミングで水槽の状態が崩れてしまうと言われています。その理由について、ものすごく簡単に説明すると、低消に溜め込まれ続けたリン酸がその限界を超え放出されるようになる、いわゆるオールドタンクシンドロームという現象が起こるためです。なので、粗めであれば長期維持のためにはこまめな低消掃除が推奨されています。ただ、1年も維持できれば十分とも言えるので、選び方としては、好みと入れたい生態に応じて選ぶというのが一番いいのではと自分は思っています。例えば、ジョーフィッシュは粗めの砂での飼育が推奨されていますし、砂をハムハムするようなハゼを飼いたいのであれば細かい砂がいいのかなと思います。ただ一点、低消による脱窒効果やリン酸のコントロールを考慮すると、最近のサンゴ水槽のように砂をすごく薄く敷くよりも、細かいサンゴ砂やアラゴナイトサンドであれば4センチぐらいは敷いといた方が水槽は安定するのではと思っています。もう一つお伝えし忘れていたことがありました。これは育成ポイントというわけでなく、海藻の特徴の説明なんですが、多くの海藻は季節性があります。どういうことかというと、多くの海藻は数ヶ月に一度必ず衰退、つまり枯れてしまいます。しかししばらくするとまた茂ってくれるのです。この水槽を見てもらえばわかるかと思うのですが、このように美しく茂っていた海藻が突如数日で枯れてしまい、このようにガラッと水槽の様子が変わってしまいます。綺麗な状態が急にこんな風になってしまうのは寂しいのですが、逆に言うとどんどん違った顔を見せてくれるというのも海藻水槽の醍醐味の一つだと自分は思っています。また季節性があまりなく、長い間固視せず維持できる種類も分かってきています。このあたりについては次回お話しさせていただこうと思っています。というわけで駆け足ではありましたが、今回は海藻育成についての簡単な説明でした。冒頭でお話ししたように、海藻の育成についてはまだまだ分かっていないこともたくさんあること、
そして海藻と一括りに言っても、とにかく多種多様であることを忘れないでください。明日にはまた新たな発見がインスタグラムの中で見つかるかもしれません。楽して綺麗な水槽を楽しむのもアクアリウムの楽しみ方の一つだとは思いますが、未開拓なこの海藻というジャンルを試行錯誤しながら楽しむというのもまたアクアリウムの醍醐味の一つかと思います。最後にとても大切なことなんですが、自分の知識はまだまだ全然浅く、今回もいろいろな方にたくさん相談させていただきながら動画を作っています。なので自分の説明が間違っているところも多々あるかと思います。その際はぜひコメントやインスタの DM で教えていただけるとすごくありがたいです。またこの動画で海藻に興味を持っていただけた方はぜひインスタグラムや園さんのブログをご覧ください。もっともっと詳しい情報がてんこ盛りです。よろしくお願いします。ではでは、今回もご視聴いただきありがとうございました。今後もこのチャンネルではアクアに関するいろいろな情報を発信していきたいと思います。応援してやってもいいかなとちょっとでも思っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。高評価ボタンをクリックしていただけるだけでもすごく嬉しいです。そしてこのチャンネルではアクアに関するちょっとした疑問、質問、お悩みなどを随時募集しております。もし何か気になること、困ったことがある人はお気軽にコメントください。それでは皆様、アクアリウム、今日も楽しみましょう。さようなら。